こんにちは。今日はナチュラルで一番オーソドックスなテーブルを作っていきたいと思います。まずはじめに60角のヒノキ材から足を4本、次の 25mm ボードから幕板4枚を切り出します。今回は余っている杉とヒノキを使いましたけど、できれば材質は揃えた方が綺麗かもです。その他のサイズは作りたい大きさに合わせてカットしてください。次に足と幕板を組み立てる形に並べます。幕板の位置は足と外側を面にするのではなく、足の R 止まりか 2mm くらいずらすと綺麗です。ぼやけててすみません。正解はないので適当で大丈夫です。幕板と足をボンドで固定するためにベルトクランプを大体の位置に設置しておきます。ボンドを塗ってから準備をするとボンドが変に乾いちゃって硬化不良やはみ出たボンドが拭きづらくなっちゃいます。ベルトクランプを使うことで四隅が必ず90度になるので自然にきれいな四角形になります。ベルトクランプが設置できたら幕板の小口に木工用ボンドを塗ります。今回タイトボンドを使っていますが、普通の木工用ボンドが一番硬化速度も拭き取りやすさも使い勝手がいいかもですね。ボンドがついちゃったところは塗装が弾いたりするので、なるべく他へつかないように慎重に設置します。幕板の設置ができたらベルトクランプを回して締め付けます。ビスも併用して固定していくので、まず 2.3mm の切りで下穴を開けます。次に皿取り切りでビスの頭が入る部分を作ります。ビスは細軸の 50mm です。バリが出たところは後で磨いておきます。ボンドを一晩乾かしてベルトクランプを外します。天板を固定するために木工用ボンドを接地面に塗っていきます。天板も幕板と同じ杉のボードを使いました。クランプで接地面を圧着して天板の固定は終わりです。直接クランプするとテーブルが傷つくので、皆さんは当て木をしましょう。当て木をすると広い面を圧着できるメリットもあります。今回は自分たち用なので簡単に済ませました。最後にサンダーで磨くので問題はなしです。一晩乾かしてクランプを外します。全体を120番のペーパーで磨いた後に蜜蝋で塗装していきます。蜜蝋は子供やペットにも安心で、天然木の風合いも壊さないので好きです。
塗り終わったら完成です。ヒノキと杉の違いが個人的に少し気になりますけど、だいたい満足です。今回使用した工具類も概要欄、コメント欄に載せておきますので、気になった方はぜひ参考にしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。